この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は完全版可愛い目の描き方講座ということでですね、魅力的なキャラクターを描くにはやっぱり目が大事ですよね。目を制するものがキャラクターを制すと言っていいぐらい、目の描き方は人気絵師になれるか否かを左右してしまう大事な要素の一つでしょう。今回はですね、僕がこれまで貯めてきた目作りの様々なノウハウを余すことなくこの動画で全てお伝えしていきたいと思います。この動画を見ていただければ、お前そんな可愛いキャラクター描けたっけ？なんか悔しい。そんな風に周りに悔しがられるぐらい魅力的なキャラクターの表情が描けるようになってしまうと思います。はっきり言って超絶有料級の内容ですからね。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。基本的な描き方。まずは基本的な描き方を紹介していきますね。今回はこちらのベースを使用して行います。ちなみにこのベースはですね、僕の Pixiv ファンボックスから無料でダウンロードしていただけるので、後でこの動画を見ながら一緒に描いてみるとさらに身につくと思います。それとですね、こちらの下絵を使って目を描き入れたイラストは SNS などにご自由に投稿していただいて大丈夫です。商用利用だけは除きますので、お金を取るようなことだけはしないでください。ノートやファンボックスに載せる際も、このイラストを載せる場合には無料記事にしてください。その上でしたら天才 OK です。目以外のアレンジも自由ですし、僕の許可はいりません。ぜひご自身でどんどんチャレンジしてみてくださいね。当たりを取る。はい、それでは最初ですが、まずは当たりを取っていきますね。当たりを取っていく際に重要なのは、詳細に書き込むことではなく、今は表情を作っているんだという意識で書いてください。笑っている目なのか、泣いている目なのか、悲しんでいるのか、怒っているのか、ラフの段階で自分でイメージしながらそのニュアンスを引き出すのが重要です。そうだ、ここで目の構造や名称について図とイラストを見比べながらおさらいしてみましょう。まずは眼球があります。目は球体だと意識しながら描くことは非常に重要ですね。そして上まぶたと下まぶたがあって、イラストではね、ここをまつげのラインとして表現しますよね。で、中央の黒い点、これが瞳孔ですね。そして周りに虹彩があります。そして意外に大事なのがこの白目の存在。この白目はですね、かなり表情作りに関わってきますので、ぜひね、意識しておきましょう。他にも目の構造上の名称はあるんですが、最低限ここさえ覚えておけばイラストを描く上では十分だと思います。それでは当たりが取れましたので、次に進んでいきましょう。今回は目以外の描き方については省いていますが、全体的な顔の描き方が知りたいという方はですね、こちらの動画公開します。キャラクターの顔を可愛く描くコツをご覧ください。下書きから可愛い顔の造形を作るコツを紹介しております。まぶたを描く。次はまぶたを描いていきます。下書きの透明度を下げて、下書きに沿ってまつげを描いていってみましょう。まつげはかなり絵柄や作家性に深く影響する部分だと思います。例えばまつげを細く描けばあっさりとした絵柄になります。少年漫画などと相性が良い絵柄になるかもしれません。何よりも表情作りに重きを置きたい場合には、むしろあっさりとした細い線で描くのが向いていると思います。太く濃く描くとよりイラスト的な見せ方に近づきますね。1枚のイラストで強くインパクトを残したい場合には、まつげのラインをしっかりめに描き込むのが効果的でしょう。今回僕はイラスト的な見せ方のパターンで描き進めていきますので、しっかりと太く濃いラインで描いていきたいと思います。黒目と白目を描く。さて、ここで黒目と白目の色を塗ってしまいます。黒目と白目の大きさのバランスはキャラクターの印象作りにとても深く関係しています。また下書きの段階ではうまく描けたつもりでも、色を塗ってみたらイメージが違ったとなりやすいのも黒目と白目のバランスのせいが大きいですので、早めに色をのせてバランスを確認してみることをお勧めします。ポイントなのはさっきも言いましたが、なんといっても白目の面積です。白目が多いとこのように元気な印象に近づいていきますが、小さくしすぎると若干怖い印象になってしまいます。また逆に黒目が大きいと潤いがある可愛い印象に近づきますが、黒目を大きくしすぎると白目の面
面積が減りますので、いわゆる黒目がちなキャラクターのように感情表現がしにくいキャラクターになってしまいます。黒目がちなキャラってね、ちょっと感情が読み取れずに見方によっては怖いでしょ。意図していない場合はそこは注意です。はい、この時点で白目の部分に影を落としてあげても最終的な印象が確認しやすくなって良いかもしれませんね。はい、白目と黒目のバランスがイメージ通りになったらですね、次に進みます。動向を描く。次は動向を書き入れましょう。ここではぼかしやグラデーションなどは入っていないシンプルな絵柄で描いていきます。動向を描いていく上で意識したいポイントとしては、まずは動向の大きさです。例えばこんな風にかなり小さな点で表現する絵柄や、その小さい点を取り巻くようにグラデーションを入れる絵柄、あとは逆にこんな風に動向を大きめに描く絵柄もありますよね。こちらの描き分け、どのように考えて描き分ければいいかというと、僕の見解では動向が小さい絵はクールな印象を作るのに適しているのに対して、動向が大きい絵は可愛い印象を作るのに適しているとざっくり捉えていていいと思います。このあたりを意識しながら自分の動向の描き方を決めると良いでしょう。ハイライト。次にハイライト部分ですね。ハイライトはとっても重要なポイントです。漫画家さんの間では星を入れると表現したりもしますね。ハイライトを入れた瞬間、キャラクターに命が吹き込まれたような感じがすると思うんですが、まさにね、キャラクターの命とも言えるくらい大事な部分ですので、ここは要チェックですよ。ポイントとしては、ハイライトを入れる位置と大きさですね。この2点に注意しながら星を書き入れていきましょう。ここでは星の種類について3種類紹介します。一番オーソドックスなのは斜め上のこの辺りに入れるパターンです。元気なニュアンスがあり、みんなに受け入れられやすい絵柄になると思います。その反面、かなり長い間使われている手法なので、場合によってはね、少し古い印象も同時に与えてしまうのもこの星の入れ方です。次は横に入れるパターンですね。ここに入れると少し目力控えめな印象になります。そこまで元気キャラではない場合などにはおすすめですね。例えば沈着冷静なキャラクターなどもここにハイライトを入れるとすごく感じが出ると思います。静かな雰囲気を大事にしたい絵柄の場合にもこの位置の星は効果的だと思います。で、最後に動向の真上に入れちゃうタイプ。これはね、かなり元気ではつらつとした印象を強調できる絵柄になります。星が黒目の上部にあることで見ている人と目線がバッチリ合っている感じがするのがこのタイプです。で、さらにこれはちょっと物理的におかしいんですが、ハイライトの位置をあえてまぶたの上に乗せちゃうタイプが斉藤直樹ハイライトと僕が勝手に呼んでいる目です。めっちゃ目力がアップする飛び道具的な目ですね。セカンドハイライト。そしてこれはおそらく10年前ぐらいには存在しなかった概念な気がするのですが、セカンドハイライト。これは何かというと、ハイライトとは別にカラフルなイメージをわざと映り込ませて目の印象をアップするやり方です。ハイライトよりも明度を抑えつつサイドを開けて色を置くことでより印象的な目に仕上げることができます。また意識的に補色対比を使うこともポイントです。例えばもともと青い目であればセカンドハイライトは赤にするなど、おってね思わせるような真逆の色をあえて入れたりします。位置や数についてはハイライトと一緒で、上に多くあれば元気で強い印象になり、下に少なくあれば絵の味付け程度に留めることができるでしょう。あまりにもやりすぎてしまうと絵柄がケバケバしくなってしまうので、バランスを考えながら自分らしいセカンドハイライトの分量を探ってみると良いと思います。もちろんね、入れないのも全然ありです。むしろ従来通り入れない方が自然ではあるでしょう。瞳の書き込み。さて次は瞳の描き方ですね。瞳、主にさっきの図で言うとこの交際部分の描き方です。僕の描き方は割とシンプルです。まず目に落ちる影を表現するために瞳の上の部分には濃い色を、下には明るい色を置きます。場合によっては瞳孔を囲うように細いラインを描き入れて、瞳孔から放射状に伸びる交際のニュアンスを含めるために今描いた線に切れ目を入れます。基本的にはこれだけなのですが、これだと瞳に潤いが感じられないのでグラデーションをここから追加していきます。ハードライトレイヤーを追加したら瞳の下の部分を少し光らせるようにふわっと光をのせます。さらに瞳の上部に定山レイヤーを追加して影のようなタッチを追加します。これは絵柄に引っかかりを持たせるのにすごく効果的ですね。さらに瞳に潤いを追加するためにソフトライトレイヤーを追加して瞳に映る反射光を描き入れていきます。この反射光が多ければ多いほどキラキラした絵柄になりますので、絵柄にキラキラ感を追
追加していきたい場合には、この工程に力を入れるといいと思います。はい、こんな感じで瞳の描き込みができました。まつげの描き込み。ここまででも十分なのですが、まつげにもう一工夫施してあげると、さらに魅力的な目を作り上げることができます。例えば、よくやる手法としては、目尻のこの部分にこのように赤みを足してあげるやり方があります。また、目頭の部分に若干肌色を含ませてあげると、キャラクターの印象を和らげることができますね。例えば漫画のように線を黒一色だけで表現するとちょっと硬い印象になりますが、こういう柔らかい色変化を入れてあげることで、漫画とはまた一味違ったイラストとしてのしっとり感を絵に含ませることができます。イラストとしての魅力を高めていきたい場合には、細かいですが意外とこの作業が重要ですね。バリエーション。はい、ここまでで斉藤直樹流基本的な目の描き方は以上です。ここまでが基本ではあるんですが、今回は完全版ということでですね、さらにここからはバリエーションを追加してみたいと思います。といってもそこまで難しいことはしません。今できている基本をベースにですね、部分的にちょっと変えてみるだけで、これだけのパターンが作り出すことができちゃうんですよ。もうちょっと凝った目が作りたいんだよなという方はですね、ここからが本番ですので、ぜひチェックしてみてくださいね。それでは行ってみましょう。後半戦スタートです。輪郭ぼかし。まずはですね、黒目の輪郭をぼかすパターンですね。先ほど紹介した黒目の描き方は、輪郭をぼやかさずにはっきり描くタイプの絵柄でしたが、黒目の輪郭をぼやかすことで、滑らかでより繊細な印象をキャラクターや絵柄に持たせることができます。元気で活発な印象よりも、むしろ綺麗でうっとりするような印象を与えたい場合には、このように黒目の輪郭をぼやかしてあげると効果的でしょう。黒目のぼやかし具合や、あとは黒目の輪郭部分に一段階濃い色を置くか置かないかでも印象の操作ができると思います。黒い色を置くと少しキャッチーさを残したまま綺麗な印象も併せ持った絵にできるイメージです。逆に輪郭がわからないようなぼやかし方をすれば、キャッチーさを抑えて美しさや繊細さにさらに寄せていくイメージを作り出すことができると思います。はい、こんな感じですね。宝石型。さらにこれはクールな印象を強めたい場合にはとても相性のいい描き方なのですが、鉱石のようにシャープな線を入れて光彩を表現するパターンの描き方です。このタイプは小さな瞳孔との相性がいいですね。可愛い絵柄よりもかっこいい絵柄を目指したい場合にはこのタイプを選択するのも良いと思います。ただしこの絵は非常に印象が強くなりますので、瞳の色面を全て強い色で構成しすぎてしまうとね、印象が強くなりすぎて怖くなってしまう場合がありますので、瞳の輪郭はぼやかしたり色を弱めてあげて強さのバランスをとってあげるのが非常に大事かと思います。はい、こんな感じですね。まつげアレンジ。まつげのアレンジは絵柄の個性を左右するポイントですね。この部分の描き方によって誰の絵なのか分かってしまうほど絵描きにとっては大事な部分ではないでしょうか。一番簡単なのは下まぶたをつけるつけないでしょうか。下まぶたをつけると絵のインパクトがアップしますね。あまり絵のインパクトを上げすぎたくない場合には目尻にくっつけて丸っこい形でまつげを表現してあげるのもありです。また僕の場合には目の印象をアップするためにこの部分黒目の真上にですね、目の色を反映させた色を若干乗せてあげたりもします。こうすることでも目の印象を少し引き上げて見た人にインパクトを与えることができます。また最近流行っているまつげアレンジとしては若干変わり種ではあるんですが、こういうのもありますね。白目がまつげに侵食しちゃっているタイプ。ちょっとこれは好みが分かれるかもしれませんが、独特な絵柄の強さがあります。これ現実的な人間とは大きく違うまつげのアレンジになりますので、かなりバランス調整が難しいと思いますが、それゆえにインパクトはないですね。うまく使いこなせればびっくりするような魅力的な絵柄になるでしょう。さらに細かいことですが、まぶたにこんな風にツヤを入れてあげるのも絵に潤いや色気を足してくれる重要なポイントになりますね。好みによって入れてあげると魅力がアップするかもしれません。はい、こんな感じです。まぶたのアレンジはですね、かなり深いです。これだけで動画1本撮れちゃうぐらいだと思います。おそらくこれからも新しいまぶたアレンジが次々と生み出されると思いますが、キャラクターイラストが好きな方はですね、ぜひこのまぶたの形、ここに注目してみると面白い発見があると思いますよ。リアル型。で、最後がリアル型ですね。目頭と目尻の線を閉じて陰影をしっかり描き込んで、現実の目に近い描き込みを施していくタイプです。
これは頭身が高いキャラクターや絵柄に特に適している目のタイプだと思います。今描いている田中ちゃんの絵にはどうでしょう。合わなくはないんですが、結構苦戦しているのがお分かりいただけるのではないでしょうか。うまく描くことができればすごくかっこいい目になると思いますが、その分手間は増えると思いますので、自分が目指す表現とのバランスを考えながらリアル寄りにするのかイラスト寄りにするのか決めてみてはいかがでしょうか。はい、こんな感じです。どうでしょう。この目のタイプにするには少し顔のバランスから調整する必要があるかもしれませんね。いかがだったでしょうか。結構ボリューミーな内容だったので、多分1回ではね全てを吸収することは難しかったと思います。ですのでぜひ何度かご自分が欲しい情報の部分を集中的に視聴していただき、取り入れてみていただければ嬉しいです。実際に今回お配りした下絵をもとに目を描きながら見ていただけると、今回の動画の効果をさらに高めることができると思いますので、チャレンジしてみてくださいね。ハッシュタグもね一応用意しました。ハッシュタグチャレンジ愛で投稿していただければと思います。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。